皆さんこんにちは。とこママ情報局です。夏の大冒険上高地2泊3日の旅、2日目を迎えております。今回の動画ではですね、この上高地の中心であるかっぱ橋から、さらに奥の徳沢というところに向かいます。歩いて2時間ぐらいのところです。でその徳沢で、1泊して明日帰るというスケジュールになっているんですけれども、その徳沢もね魅力たっぷり、素敵なねロッジに泊まる予定ですので、そんなロッジで泊まっている様子ですとか、あと徳沢周辺のね何か見どころなんかもあればねご紹介できればと思っています。で徳沢に、行くその途中ですね、明神のあたりに、ちょっと素敵なね山小屋があって美味しいもの、上高地ならではのものが食べられるんじゃないかなと思いますので、そういった美味しいものも楽しみながら向かいたいと思います。お天気はもうね最高です。ただ午後からねお天気崩れてくるっていう予報もあるので、ちょっと早めにねお天気のいいうちに動きたいと思います。それでは出発します。昨日は夕方にねかっぱ橋のあたりを散策したんですが、その時はもうね人も少なくてひっそりしていて、なんか静かなね上高地のね素敵な雰囲気だったんですが、やっぱり日中今お昼近くになってくるとすごいにぎわいです。お店とかもね行列ができてたりして、お天気いいですからね。かっぱ橋すごいのはやっぱりかっぱ橋のねあっち側なんですよね。バスターミナルがわーっとこう人がね降りてきて流れてきてる。よいしょ。すごい河原にみんな降りて水遊びしてる。今日気持ちいいですよね。そりゃ暑いから川に入りたくなるよ。すごい本当に綺麗。もうでも小高上の方はガスってますね。すごい人、学校行事で来てる子たちもいますね。うわ平日ですけどね夏休みなんでねこのにぎわいです。すごい。昨日は明神まであずさ川の、流れ右岸を通って行ったので、今日はですね左岸の方を上がっていこうかなと思います。どうせなら違う道の方が楽しいかなと思いましてね、並行してずっと通ってる道なんですけれども、徳沢に行くのはこの左岸の方から行くのがポピュラーみたいですね。でかっぱ橋のたもとに立つこちらが御仙崎ホテル、とっても高級なホテルです。いつか泊まりたい。すごい、ここ流れが速い。すごい。はい、じゃあ。見たい。じゃあ、チャレンジ。何秒いける。すごい。冷たい。めっちゃ冷たい。すごい冷たいです。気持ちいい。ここは小梨平キャンプ場。ここにねテント張ってね登山の拠点にする人とかもいるみたいですね。気持ちよさそうだけど
結構暑いんじゃないかな。上高地といえば、やっぱりかっぱ橋とか大正池とか、あの辺り観光客の方はねたくさんいらっしゃって楽しまれているエリアなんですけれども、日帰りだったらねその辺りで美味しいもの食べてちょっと近場を散策してっていう感じで終わってしまうと思うんですけれども、もし時間があって泊まったりできるようでしたら、やっぱりねこうやって森林の中をずっと歩く、それこそやっぱり上高地の醍醐味なんじゃないかなって思いますね。登山もしかりですね。この上高地を拠点にして、穂高の方に登ってみたりとか、お手軽で私みたいに岳沢登ったりとかね、その登るまでの間にもう十分ね森林浴も楽しめますし、本当にリフレッシュします。でも本当に素晴らしいとこですね、上高地。これより先は自然探照エリアです。ここからはねやっぱり歩きやすい靴とか服装で、楽しんでくださいっていうエリアに入りますね。あずさ川の左岸は右岸に比べると道がすごく綺麗に整備されてて、アップダウンがあんまりなくてすごく歩きやすいですね。楽に歩きたい人は左岸の方がおすすめ。木道とかちょっとアップダウンを楽しんだり、湿原をね、楽しんだり、そういうのは右岸の方が楽しいかもしれないですね。普通に6キロ歩くぐらいだったらなんてことないのかもしれないですけど、今朝2000メートル超えのね岳沢登って、しかもねちょっと荷物がやっぱり泊まりの荷物がねあるので、リュックが重い。足より結構肩が辛いですね。しっかりね腰で支えてはいるんですけど、肩がね辛い。でもねやっぱり長時間ね重いリュックを背負って歩けるようにならないと、この先ね上高地から憧れの唐沢カール、そこまでやっぱりねかなりしんどい道のりなんで、このぐらいはクリアしないとって感じですかね。でもね景色に癒されます。はい、徳沢までの、約半分のところ、明神、着きました。1時間弱ぐらいかな。明神館、宿泊できる宿ですね。そしてこんな立派な穂高奥宮の、木でできた、社号標っていうんでしょうかね、明神池参道って書いてありますけど、すごいのがありました。すごい。その背後にそびえ立つご神体明神岳。明神館から歩いて5分ぐらいで明神橋到着です。昨日はここ渡ってないのでね、今日はここを渡って奥宮の方に行きます。明神橋、すごいな。
い感じの橋ですね。はい、なぜ明神橋を渡ってまた穂高神社の方まで来たかと言いますと、昨日はもう時間が遅くて閉まっていた嘉門寺小屋っていう、小屋があります。そこでね、今日はね休憩して美味しいお魚をね食べたいと思っているんですが、今日はねちょっとやってるのかどうかこの時間わかんないですね。とりあえず行ってみます。はい、昨日も来ました。明神穂高神社奥宮の鳥居、ここねくぐってすぐのとこですね。あ、やってそうやってそう。よしよし。失礼します。はい、ここです。やったー、来ました来ました。はい、美味しそう。イワナを食べに来ました。あれ嘉門寺そばも美味しそうだな。どうしようかな。嘉門寺小屋は明治の山案内人上条嘉門次が明神池湖畔に建てた小屋。嘉門次さんは日本近代登山の父ウォルター・ウェストンの山案内人として知られており、上高地を語る上であまりにも有名な人物です。その嘉門次さんの遺志を受け継ぎ、現在小屋は5代目が営んでいます。小屋の前を流れる清流の中に設置した生けすのイワナをいろりの薪の火でじっくり焼き上げるイワナの塩焼きが名物。イワナの塩焼きとざるそばをいただくことにしました。おいしそう。ではいただきます。いろりでじっくり焼き上げられているので、頭から尻尾まで余すところなく食べられます。皮はパリッと香ばしく、身はふっくら甘い。塩加減も絶妙で本当に美味しい。ワイルドに手で食べたくなっちゃいました。いやー、やっぱり最高ですね。上高地に来たら絶対食べたい、そんな一品です。次にざるそばをいただきます。この日は暑かったので、冷たいざるそばがつるつるっと喉越しがよくって美味しかったです。今回はざるそばにしましたが、寒い季節にはイワナの甘露煮が乗った嘉門次そばも食べてみたいです。ごちそうさまでした。嘉門次小屋でイワナの塩焼きを食べることができました。いやー、美味しかったです。すごく素朴でね、雰囲気ももうザ山小屋っていう感じで、こうイワナもねやっぱりじっくりと火を通して焼いているものなので、なんか骨までねしっかり食べられて、またね雰囲気の中でいただくからなおさら美味しく感じますよね。いやー、これはね上高地ならでは、上高地に来たらぜひとも味わいたい上高地の味ですね。美味しかった。はい、それでは明神から徳沢まであと1時間頑張って歩いていきたいと思います。これより先はトレッキングエリアです。明神、ここまで行きます。
熊ベル鳴らしていきます。やっぱり熊いるんでしょうね、この辺り。出会わないだけで。結構黒い塊とかが見えるとドキッとしますね。木の根っこのあたりとか、なんか薄暗くなってる黒い部分がなんか黒い塊でクマに見えたりしてドキッとします。いや、結構歩き応えありますね。で、あと何キロっていう表示がね全然ないんですよ。もうね、極力やっぱりその人工物を置かないっていうことなんでしょうかね。本当にね、自然のものしかない、そんな空間になっています。川沿いの道に出ました。目の前にドーンと穂高連峰。すごい、この景色を見ながら歩けるっていう、もう感動ですね。すごい迫力がすごいです。看板出てきました。現在地、もうちょっとだ、ここ、頑張ろう、もうちょっとだ。こんにちは。こんにちは。もうちょっとだ。憧れの徳沢。大変だったけど、そっか、着いちゃうんだっていう感じもする。ずっと行きたかった場所にとうとう足を踏み入れるんだっていう、ちょっと信じられないような気持ちです。おー、看板見えてきた。徳沢ローチの看板が見えてきました。泣きそう。徳沢ローチです。今日泊まるお宿です。いやー、嬉しい。あそこか。もう本当に森の中。大きい山小屋ですね。すごい。でも確かにね、こうひっそりとした佇まいですね。うわー、すごいな。来ました。春ニレの巨木が点在する徳沢の森に佇む山小屋風のロッジ。登山やトレッキングの拠点として人気を集める松本市営の宿泊施設です。では、いざ入館。昭和31年開業という歴史も感じられる雰囲気がとても素敵です。受付でチェックインを済ませて2階のお部屋の方へ。素敵な絵も飾られています。ドミトリーの相部屋ですが、レトロでいい感じ。チェックインをした順番に好きな場所を選ぶことができます。今夜はこちらが私の基地です。カーテンで仕切られ、プライベート空間がしっかり確保できる快適なドミトリーです。お風呂もあります。山小屋泊をしていると、お風呂があるだけでとても嬉しいのです。徳沢ロッジにチェックインしました。やっと重たいリュックを下ろせて、も今肩が軽くて
楽気持ちいい。さあ夕飯までね少し時間があるので、この徳沢近辺をちょっと散策して、もう徳沢に来たらね絶対食べたいと思っていた徳沢園のソフトクリーム食べに行きたいと思います。徳沢園はあっちかな。結構離れてるんですね。もうちょっと徳沢園と徳沢ロッジって隣り合わせぐらいなのかなって思ってたんですけど、赤い屋根が見えてきましたね。これが徳沢園です。すごいかわいい。こっちは道草食堂って書いてありますね。素敵。めちゃめちゃ素敵。井上靖の小説「氷壁」で一躍有名になった徳沢園。洗練されたホテルのような山小屋は上高地の中でも大人気。私も次はここに泊まりたいなと思っています。そんな徳沢園のカフェで人気なのがこちら、ソフトクリーム。濃厚だけどとってもフレッシュで美味しい。朝4時から岳沢に登って下山後に2時間の道のり、やっとたどり着いた徳沢でお目当てのソフトクリームにありつけました。カフェラテと槍ヶ岳クッキーも。徳沢園の素敵なテラス席で一日歩いた疲れも癒されました。徳沢園から帰ったらちょうど夕食の時間。徳沢ロッジの晩ご飯がこちら。豪華ですね。イワナの甘露煮も。本日2匹目のイワナです。とっても柔らかくて甘くて美味しいイワナの甘露煮、最高です。食堂ではお一人様同士会話も弾み、それもまた楽しい時間なのです。一期一会を大切に。ご縁があってまた会えるといいな。こちらは談話室。静かでとても落ち着く空間。山の本もずらりと並んでいます。絵に描いたような静かで優雅なロッジでのひととき、本当に幸せな時間でした。夜には雷雨。日中降らないでいてくれてありがとう。それではおやすみなさい。徳沢ロッジから5分ほど歩いてあずさ川のほとりへ。目の前には朝日に照らされた雄大な穂高の山。こんな素晴らしい景色が上高地を間もなく後にする私を見送ってくれました。上高地2泊3日の旅、最終日の朝を迎えています。今時刻は5時30分。ちょっと早起きをしてね、宿から出て散策をしているんですけれども、山が真っ赤に朝日に染まるモルゲンロートとまではいかないんですけれども、穂高の山々が朝日に照らされているこんなね絶景を見ることができます。いやー、早起きをしてよかったです。すっごい綺麗です。もうね、山頂もはっきりと見えて、いやー、もう迫力がすごいですね。いや、ここねかなりの絶景ポイントだと思います。そんなわけでね、私にとって初の上高地、
お天気にも恵まれまして、やりたいことすべて、とにかく、やりきったなという感じがいたします。山登り、穂高神社奥宮への参拝、それから美味しいものもね、いや本当にね、とにかくもう絶景も素晴らしかったです。ただ動画ではね、やっぱりこの上高地の空気感とか、ものすごいこの迫力のある山々の景色ですとか、清らかな梓川の流れとかね、そのあたり100% ねお伝えすることは難しいかもしれないんですけれども、とにかく暑いこの毎日ですね、少しでも上高地のこの涼やかな空気感が皆様に伝わっていれば幸いです。まだまだねこう2泊3日では、体験しきれない魅力たっぷりの上高地、これからね何度でも足を運びたいって思いました。そしてね、いつかは穂高神社のお社が建つ穂高の山頂にも立ってみたいなっていう思いがね強くなりました。かなりね、険しい厳しい山ですので、そう簡単にはねたどり着けないところだと思うんですけれども、なんとかねその夢を実現するために日々ねトレーニング鍛錬を積んで、気力体力をねつけて頑張っていきたいなって思います。でこんな風にね特別な環境にある、神社をねご紹介するっていうのは、こういった夏休みとかタイミングとかいろいろな状況が揃わないと来れないんですけれども、日々のね生活の中でご紹介したい神社っていうのはねまだまだたくさんありますので、そういったところも引き続きね、床ママ情報局の軸でもありますので、楽しくお伝えしていければと思っています。2泊3日の上高地旅、お付き合いくださいましてありがとうございました。今日はねこれから上高地のバスターミナルに戻って横浜の方に戻ります。いや本当にね楽しかったです。上高地のお土産、おしゃれな瓶の日本酒、山をかたどったチョコレート、もうすでに恋しい上高地、来年もまた行きますよ。お伝えした内容は時期によって異なる場合がございます。最新の情報はホームページなどでご確認くださいね。ご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。